おはようございます。僕は今岐阜県養老町に来ています。後ろにあるのが養老駅です。養老町は岐阜県の南西、人口約2万5千人の町です。この近くに前からずっと行ってみたかった天明反転地っていう少し不思議な場所があるんです。それを見に行きました。今回は九州観光ではないんですが、たまたま用事があって近くに来ていたので、実際にどんな場所なのか調査していきたいと思います。で、この養老駅からも徒歩10分程度なので、早速向かいたいと思います。養老駅は小さいですけどレトロな雰囲気があって可愛いですね。さあ、そして養老公園にやってきました。目の前には展望デッキがあって見晴らしもいいですね。養老町の街が見渡せます。そしてこの公園の敷地内に僕が行きたかった不思議な場所があります。もうすでにその片鱗が見えてますね。養老公園はこんな感じになってます。子どもの国のエリアと天明反転地と、あと養老の滝、スポーツエリア、総合公園みたいになってますね。この養老公園めちゃくちゃ気持ちがいいですね。素晴らしいです。さあ、そんな養老公園を歩いて天明反転地に向かいます。ちょうど紅葉も見頃って感じですね。色づいていて綺麗です。いい時期に来られてよかったです。さあ、そして養老天明反転地やってきました。チケットが必要なので、ここでチケットを買って入場します。大人1枚お願いします。850円。足元お気をつけても。はい、ありがとうございます。有料のエントランスを抜けるとミュージアムショップがあります。そして中に入ってきました。いや、ずっと来てみたかったんですよね。養老天明反転地は1995年に開園した体験型のアート施設です。場所は岐阜県養老町にある養老公園の敷地内。自然に囲まれた広いエリアの中に大きく分けて3つのパビリオンが配置されています。入場するといきなり一風変わった建物が現れました。入ってすぐ左手にあるのが養老天明反転地記念館。ここは開園当初はなかったエリアで、2年後の1997年にオープンしました。全部で24色のカラフルなパネルで構成されていて、まるでドミノ倒しのような独特な外観が目を引きます。中に入るとさらに印象的な空間に。ここか、すごいね。天井を見るとわかるんですが、床の形を反転させた構造になっています。ただし床は全て同じ高さではなく、不規則な段差があちこちにあって、場所によっては人が隠れてしまうほど深くなっているところもあります。こんな感じで至る所に扉があって、ちゃんと出入りもできるようになってるんですよね。次にやってきたのはメインパビリオンの極限で煮るものの家。こちらもかなり変わった外観をしています。特徴的なのは屋根の形が岐阜県の地図をかたどっていること。積み木の上にパズルのピースが乗っているようなデザインです。これまたすごい造形ですね。何のようにめちゃくちゃ狭い。めちゃくちゃ狭くてすごく歩きづらい。こんなところにドアもあって、これ斜めに撮ってるように見えますが、実際斜めなんですよね。斜めのドアもあって、中に入っていくと机やソファー、ベッド、キッチン、トイレといった家の中にあるアイテムが不思議な形で点在しています。このベッドの素材も硬いんですよね。さらに上を見上げると
同じベッドとか受話器とかこの浴槽まで反転してるわけです。そしてもう見るからに危なっかしい穴もありますよ。結構深い、本当に迷路のような空間になってますね。今目の前にあるのは聖地の塔。ご覧の通り急な勾配がついています。足元がめちゃくちゃ悪いんで、すごい細心の注意を払いながら登らないといけないですね。こけたらそのまま転がり落ちちゃう感じです。そしてこの先に広がっているのが楕円形のフィールド。いやすごいなこれ。真ん中がすり鉢状になっていてかなりの急斜面ですよ。ここで鬼ごっこしたらもう絶対こけますね。そしてそのへりを歩いていきます。いやでも綺麗ですね。紅葉の時期に来るのは正解だわ。このエリアにはメインパビリオンである極限で似るものの家を9つの構造に分解した作品がそれぞれ独立して配置されています。このへりの道を歩くことができて、ご覧のようにめちゃめちゃ狭い道を歩いていきます。いや狭い、めちゃめちゃ狭い。こんな狭いところもある。いやすごいな。狭。うわすごい。でも景色が素晴らしいですね。閉所恐怖症の人は耐えられないような狭さ。そして終点はなんと行き止まりです。ちょっとだけ広い円形のスペースがあって、なんと行き止まり。これはなかなか来るタイミングを見計らないと絶対すれ違うことになりますね。展望所からの景色はこんな感じです。本当にすり鉢状になっているのが分かりますね。そんな展望台は裏側から見ると意外にもあっさりしてます。中はまるで迷路のように入り組んでます。そして上を見上げると日本列島の傾きがありますね。激狭ですね。という感じで養老天命反転地をぐるっと一周してきたわけなんですが、これだけだと正直インスタ映えするようななんかへんてこな公園っていう風に思うと思うんですが、実はこれ作った人がすごい取り組みをしていたんですね。ここを作ったのは美術家の荒川修作さんと彼のパートナーで詩人のマドリン・ギンズさんです。ここを作った2人がやりたかったのは、五感で施設を通して感じてもらうことだったんですよね。それぞれの施設見てみると電話機とか便器とかキッチンとかそういった生活にまつわるアイテムが点在してたもんですが、それらはもう使えるようなものではないんですよね。便器は開かないですし、冷蔵庫の扉も開かないですし、
ベッドは壁に分断されてたりして、もうそれ自体の機能は失われている状態なんですよ。その瞬間に言葉の意味とのギャップに頭が混乱すると思うんですよね。それこそが狙いというか、まさにそんな混乱したような状態を狙っていて、言葉とか常識で世界を見る癖を一旦外して荒川さんの言葉を借りれば、生まれたばかりの赤子のようなバージンな気持ちで世界を初めて見る子供のような感覚に体ごと戻そうとしているっていうふうに言ってました。荒川修作さんとギンズが生涯をかけて目指していたもの、それは死なないことだったんです。これはもちろん不老不死みたいな話ではなくて、もっと手前にある前提です。人は生まれたらいつか必ず死ぬ。私たちはそういった当たり前を誰も疑ったりせず受け入れていますよね。彼らはそれを天命と呼びました。人間にはそういう仕様が最初から組み込まれている。だからこの場所、養老天命反転地のテーマは天命の反転。死へ向かうのが当然という流れをひっくり返せないか、そのための場所なんです。じゃあどうやって反転させるのか。ここで鍵になるのが五感です。反転地の空間は水平や垂直、距離感や重心感覚が曖昧に作られています。場所によっては真っ暗闇の中を壁を伝って触覚を頼りに進んだり、平行感覚を崩したりしながら五感を総動員させて体験することになります。彼らは体が環境に影響されることで別の自分が立ち上がってくるのを感じてほしいと言います。そのため実は養老天命反転地入り口でもらえるパンフレットに使用法が書いてあります。一般的にアートってどう受け取るかは自由っていうのが基本スタイルだと思います。でも反転地は解釈の自由というよりも体験の仕方、体の使い方で変わる作品なんです。なので使用法は答えを押し付けるためのものではなくて、体験の実験手順に近い感覚です。言い換えれば五感のスイッチを入れるための入り口なんだと思います。ぜひ訪れた際には使用法を試してみてください。そして何よりすごいのは、こういう話が普通なら理念として終わりがちなのに、実際に場所としてできていることなんですよね。なんと発注者は岐阜県。公共事業って本来は安全性や豊かな暮らしを支えるインフラ的な役割が求められるものだと思います。そんな中、死、天命への挑戦というかなり抽象度が高い目的を公共の投資対象として成立させたのが本当にすごいなと思いますし、相当な苦労があったんだと想像できます。荒川銀図の天命反転は海外では構想のまま終わりました。それが岐阜県の英断によって養老で現実となり、世界でも類を見ない公共アート空間になったんです。そんな養老天命反転地は今では多くのアーティストや作品のロケ地として知られています。代表的なものとしては柴咲コウさんの名曲形あるもののジャケット、京都アニメーション制作の映画声の形のワンシーン、そして日向坂46のジョイフルラブではミュージックビデオ全編の舞台として登場しています。ということで養老天命反転地行ってきました。念願だったのでよかったです。今回ここに来る前にちょっと予習してこようと思って荒川修作さんの本とか読んできたんですが、ちょっと難しかったですね。公式の販売所でこういった、解説本みたいなのが販売してたので買いました。やっぱりちょっと難しいコンセプトではありますよね。なので本に書いてあったんですけど、県とか市とかここ作るのにすごく揉めたそうで、基本的に平らな場所がなくて、そのため日本一危険な公園とも言われてるんですよね。建設当初は入った子どもたちが怪我してしまったみたいで、ヘルメット着用は義務付けられていたとか、そんな話も書いてありました。実際本当に結構危険な場所というか、かなり体力を使う場所でしたね。本当に体ごと体験したっていう感じになりました。面白かったです。そして改めてこの養老公園めちゃくちゃ気持ちがいいですね。この今座っているベンチも目の前に街が見渡せる場所なんですが、すごく気持ちがいいです。
あとこの近くには日本百名瀑にも選ばれている養老の滝もあるので、合わせて観光しても面白いと思います。今回はここまでとなります。養老公園、ぜひ気になった方は訪れてみてください。面白いです。この動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。